はいどうもチートンです。今回は秘密基地で白肉を食べるという男のロマンを叶えていきたいと思います。僕が小学生の頃は河原のヨシの中に寄せ集めのガラクタで秘密基地を作っては増水で流されていました。次こそ流されない秘密基地を作るぞと木の棒を深く突き刺して増水で流されて結局いつの間にか諦めていました。ということで今回は河川敷ではなく自宅敷地内の土壁に穴を掘って秘密基地としたいと思います。ということで穴を掘っていく。この土壁はね、2つ前の動画で井戸を掘った時にあった一番上の硬い地層が地上に露出しているのでめちゃくちゃ硬いです。大人になってパワーもついたんで諦めずにやっていきたいと思います。そりゃ買った。何これ。この硬い土は関東ローム層といって約40万年から1万5000年前くらいまでにできた火山灰を含んだ粘土層です。よく見ると黒い粒とかね、透明な粒とか白っぽい粒が含まれていて火山灰が含まれていることがわかります。長い年月をかけて押し固められているのでめちゃくちゃ硬い地盤となっています。地体力がしっかりあるので家を建てるにはいい地盤となっています。ただね、掘削するのはなかなか容易ではないですね。頑張っていきたいと思います。買って先に罠仕掛けに行った方がいいね。罠を置かせてもらってる農家さんの畑にやってきました。早速仕掛けていきましょう。よっ、どっこらせ。このトリガーに釣り糸を結びます。トリガーに釣り糸を結んだら箱罠の外側を通してちょうどいい高さで蹴り糸を罠の反対側に通します。この蹴り糸があんまり低いとタヌキとかアライグマで引っかかってしまうんで、あまりね下の方にセッティングしないで中段ぐらいにセッティングします。ある程度テンションをかけてしっかりと結びます。余った糸を切ってこのままだと夜間にこの蹴り糸が光ってしまうといけないんで、黒いマジックで蹴り糸を消していきます。蹴り糸が見えにくくなりました。これで罠の下準備が終了で扉をセットします。一度箱穴が閉まるとここの返しによって箱穴が内側から開くことはありません。それではセッティングをしていきましょう。ここを通してこのトリガーに引っ掛けます。そして蹴り糸を引っ掛けたバーを持ち上げて押さえ込みます。これでセッティングが完了しました。この状態で獲物が蹴り糸に触れるとこのように扉が閉まります。そして中からイノシシが扉を持ち上げようとしてもこの返しによって扉は開きません。それでは餌をまいていきましょう。餌には米ぬかを使います。この米ぬかには塩が入っています。山の動物って結構ねミネラル不足とか塩分不足になりやすくて、この塩の入った米ぬかを舐めるとうんめーってなって我慢できなくて奥まで入ってくるようになります。奥にたくさんまいておいて手前に少しと入り口付近にもまいておきましょう。イノシシの気持ちになってみましょう。この餌をツンツン食べてうめえなーってなってここを食べ終わると次中の餌を食べてこれも食べ終わるとうんめーってなってここの餌を食べてる間に蹴り糸に触れて閉じ込められるということになります。あれよっ、あ、返しのこと忘れてた。瞬間移動するか。これで箱穴のセッティングが完了しました。入り口はねこんな感じで箱穴との境目を分かりにくくしてあります。前回これで翌日撮れたんで今回もねこれでやっていきたいと思います。獲物がかかる瞬間はこのトレイルカメラでバッチリ押さえていきます。ということでイノシシが取れることを期待して帰宅。さあ引き続き掘っていきたいと思います。お、届いたから置いといたよ。サンキュー。ツルハシが届きました。これでガンガン掘っていきたいと思います。そりゃお、めっちゃ掘れる。結構早いかも。気をつけてね。こんな硬いの？硬い硬い。やってみる？あ、硬っ。ママ上手じゃない？上手。そこの下のさ白いとか言ってからそこ。あ、何そこ？なんか違う。あ、これ疲れるわ。ちょっとそっち貸して。大丈夫かな1個にしとく？あ、危ないから。あ、硬いね。硬いけどこっちの方がいいかも。これ何時間かかる？何時間じゃ終わらないと思う。あー疲れる。頑張って。頑張ります。こっちはどうだろう。あ、こっちもいいね。スコップと違って衝撃が頭に抜けないからすごくいい。スコップはねこうガーンってやった時にビビ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 ってきてね頭に衝撃が抜けるんでちょっとねどうしようかなって思ったんですけど、これはね衝撃がバーンって上に抜けてくれるから全然頭に来ないです。これは健康的に掘れるね。これさ削っててすごい思うんだけどすごくキラキラしてます。このキラキラ、この土を崩して顕微鏡で見てみましょう。粘土を取り出した時と同じ要領で水の中で土を崩していきます。
土がしっかり砕けたら粘土を取り出した時とは逆に上澄み液を捨てていきます。こんな感じで残った砂を顕微鏡で観察していきましょう。火山灰は灰とは言っても燃えかすのようなものではなく、このような細かな鉱物のことを言います。ガラス質のものが多くてキラキラと光を反射しているのが見えます。まずはこの黒い鉱物を観察してみましょう。黒い柱状の結晶が特徴的ですね。おそらく核潜石と呼ばれる鉱物だと思います。続いてこの黒っぽい鉱物を観察してみましょう。拡大してみると半透明なことがわかります。よく見ると結晶構造とやや緑がかった雰囲気も見て取れます。これは奇跡と呼ばれる鉱物だと思います。続いてこの白っぽい鉱物を観察してみましょう。拡大してみると半透明なことが分かりますね。奇石や磁鉄鉱を含んでいそうです。角度を変えてみるとかなり透明感があります。長石と呼ばれる鉱物グループの一種だと思います。今見ていただいた3種類のものは火山灰や岩石に多く含まれる一般的な鉱物です。拡大してみるとそれぞれ表情があって面白かったですね。それでは本編に戻りましょう。引き続き筋トレをしていきます。2個使ってバチバチ叩くよりも1個で丁寧に掘っていく方が塊でボロって落ちて掘りやすいです。取れちゃった。しっかり入りました。ここをしっかり曲げて、はい、治りました。引き続き掘っていきましょう。手がパンパン。アリが出てきました。こんな硬い地層にアリが巣を掘ってるんですね。引きで見るとこんな感じ。この上の方からズズズズズーっと掘って、こんなところまでアリの巣を掘ってるんですね。ここのアリさんにはちょっと悪いけど穴掘りを続けさせてもらいます。お、いいとこにした。おいでよおいでよ、やって。また硬い。じゃああとはよろしく。任せろ。あれがね、茶色いところの方が柔らかいのかな、少し。いねえのかい。結構掘れたね。結構掘れたでしょ。頑張り方がえぐい。するの結構気持ちいいよ。腕パンパン。ご苦労。私偉すぎ。さあ引き続き掘っていきましょう。結構掘ったなあいつ。今日はここまで。引き続き頑張っていきます。何やってんの？秘密基地作ってんの。やってみたい。やってみたい？やってごらん。気をつけてね、重たいから。頭気をつけてね。一緒にやろうか。せーの。よいしょ。よいしょ。削れるね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。よーし。こんな感じにしとこうか。
秘密基地がだいぶでかくなりました。見てこれ、かなり広いです。ここには座ったり寝たりできるスペースが出来上がっています。もうちょっとこの辺を広くしてゆったり寝れるようにしたいと思います。そしてこっちにはかまどを作って煙突を外に抜けるようにして中で一酸化炭素中毒にならないようにしていきたいと思います。それでは早速かまどを作っていく。なんか出た。壁の中に白い部分があったんで、それを今掘り出したらキラキラしてます。ちょっと外で見てみましょう。なんだこれ、乳白色の結晶が集まった感じですね。おそらく長石の一種だと思います。もろい。この脆さも長石の特徴ですね。こんな塊で出てくることもあるんですね。関東ローム層の地層の中から出てきました。まあよくやりますね。トン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 毎日体壊さないように花まで作っちゃった。今ここかまど作ってんの。かまど？子供なんかここでままごとしてもいいよ。子供のままごといいよ。粘土だからさ大丈夫だろうけど、生き埋めになんないように気をつけてよ。まあ本当にご苦労さんのことですね。かまどの雰囲気ができました。そしたらここで火を焚くんじゃなくて、これくらいの範囲でここを掘り下げて一段下げたところで火を焚けるようにしたいと思います。かまどに焚き火をするところができました。ただこのままここで焚き火をすると一酸化炭素中毒で死んでしまうので、穴を外につなげて煙突を作っていきます。真上に抜いちゃうとこの上がちょうど竹林になっていて火事になってしまうので、斜め上に抜いてこの辺りに煙突の穴をつけていきたいと思います。奥がね、なんかさ。開いた。やっと煙突の穴が開きました。丸3日間かけてかまどとつながりました。内側から見るとこんな感じ。ただもうちょっと穴を大きくしないとここで火を焚いて十分排煙できないので、穴を拡張して使えるようにしていきたいと思います。かまどの煙突が完成しました。しっかり大きく外までつながっています。外から見るとこんな感じ。煙突の穴が大きく開いています。これならしっかり煙突から排煙されて、ここで快適に焚き火ができるはずです。本当にしっかり煙を外に排煙できるか確かめるために休憩がてら焚き火をしてみましょう。ファイヤー。めっちゃいい感じ。結構煙は出てるんですけど、上昇気流に乗って煙突からしっかり排煙してます。全然煙臭くない。快適。この炎が燃える音がまたいいですね。火がいい感じになってきたので、お湯を沸かしていきます。めちゃくちゃあったかいです。これさ、入り口にすだれみたいのも作りたいね。しっかりここを塞げば中が温められて、この部屋自体がね暖かくなると思います。そろそろお湯も沸いてきたかな。あ、沸きましたね。それではコーヒーを入れていきましょう。いただきます。焚
焚き火を眺めながら飲むコーヒー最高すぎます。ここにいるだけで体の芯まで温まるような感じがします。これでやっと秘密基地が完成しました。ということで早速ここでジビエを食べていきたいと思います。ちなみに仕掛けていたイノシシの箱罠なんですけど、イノシシが取れました。こちらをご覧ください。ということでお肉にしておきました。早速下味をつけてホイル焼きにしていきましょう。下味に使うのはクレイジーソルト。油と一緒に落ちていくのでたっぷりめにかけていきます。今回のイノシシは3、40キロの小さいイノシシで成熟していないので臭みもほとんどないと思います。さばいている最中にも嫌な匂いが全くしなかったので間違いなく美味しいお肉です。しっかりなじませたらアルミホイルでしっかり包んでいきます。まだ若い小さいイノシシとはいえ足のお肉はたっぷりあります。お肉が露出しないようにしっかりと包んでいきます。しっかりと巻けました。早速焼いていきましょう。ファイル。本当に排気はバッチリですね。全く問題なく焚き火ができています。今回長時間しっかり焼きたいので炭を入れていきます。炭がいい感じになってきました。そしたらこれを広げてイノシシの足を乗せていきます。ぴったり。この肉を焼くためにできたかまどですね。じっくり時間をかけて中までしっかり火を通したいと思います。そしたらその間にすだれの材料を取っていきます。よいしょ。ちなみにこの場所、以前箱罠をかけさせていただいている農家さんの土地で笹をもらう許可をもらっています。たくさんの笹をゲットしました。これを持って帰ってすだれを作っていきたいと思います。ということで帰宅よっ。そしたらだいたい入り口の大きさに合わせてカットします。全部この長さに合わせて切っていきます。カットが終わったので早速すだれを作っていきましょう。すだれを作るときは紐を2つ折りにして互い違いに輪っかを作って重ねて笹を通します。でギュッと縛る。これで1つ結べました。これをねどんどんやっていきます。次の笹を入れたらここで互い違いの輪っかを作ります。こっち側を入れてギュッと結んでいきます。これをひたすらどんどんやっていきます。最後の紐を結び終えました。最後はねしっかり肩結びしちゃいましょう。そしたら反対側も同じように結んでいくんですけど、イノシシのお肉がどうなったか見ていきましょう。一旦ひっくり返しておきましょう。あ、いい匂いしてる。熱い。いい感じに焼けてそうです。また焼けるのを待つ間にこいつを結んでいきましょう。はい、最後の1本も締め終わりました。どんな感じになったのか持ち上げてみましょう。こうやってつければ目隠しになります。最高じゃん。この辺に取り付けよう。できた。完璧。うわ、すだれができました。それでは中に入ってお肉を見ていきましょう。めちゃくちゃいい匂いがしています。あ、上もちゃんと熱くなってる。もう少しだけ焼いていきます。そろそろいいでしょう。温度を測っていきます。お肉の中心温度90度はあります。完璧ですね。手前の方も93度あります。もう確実に全部焼けてますね。早速食べていきましょう。楽しみ。うわー、最高。いい匂い。さあ開けていきましょう。うわー、バッチリ焼けてる。うわー、めちゃくちゃいい匂い。最高の匂いがしてます。うわー、最高かよ。それでは大地の恵みに感謝していただきます。ついに念願の秘密基地で食べる漫画肉です。うまそう。いただきます。
めちゃくちゃうまい。最高。いや、これは天下一品だわ。まだ小さいイノシシなので、ジビエ臭が全くと言っていいほどないです。うまい。うますぎる。マジか。見てこの柔らかさ。全然筋張ってなくて、口の中でほぐれていきます。ほんとうますぎ。これはもう我慢できない。いただきます。うまい。最高すぎる。見てこの状況。最高でしょ。僕だけの秘密基地で僕が取ったお肉を食べる。うまい。スーパーに売ってる豚肉や牛肉と比べて確実に上の味がします。本当に1ミリも臭みがない。ブルンブルンの油が口に入ってきても甘みしか感じません。あのサイズのイノシシマジでうまいんだな。男のロマンを一つ叶えました。最高。いやー、長かったー。本当に腕はパンパンになるし、背中もバッキバキになるし、筋肉痛がひどすぎて頭も痛くなるし、頑張ってきてよかったです。今まであまりライブ配信をやってこなかったんですけど、ここならちょっとライブするの面白いかもね。ちょっとライブ苦手なんで、いつ一発目をやるかわからないんですけど、そのうちね、やっていければと思ってます。この穴を掘ることで鍛えられた筋肉が、このイノシシ肉によって確実に超回復してます。さらにパワーアップした感じがしますね。ごちそうさまでした。まだだいぶ残ってるんですけど、家に持って帰って家族みんなで楽しみたいと思います。ということで、この秘密基地、ちょっとね、まだ狭かったり改善したいところがあるので、まだまだ改造していきたいと思います。またここで調理することも何回もあると思うので、この秘密基地の今後も楽しみという方はぜひチャンネル登録をしてください。そして友達にもぜひこの動画を拡散して共有して楽しみましょう。バイバイ。